花言葉がある名前にしたくて、シュロっていうのが和名でエルダーフラワーっていう花言葉が苦しみを癒すとか熱心とかいう花言葉なんですけど、そういう由来にしました。年代とかで言うとだいたい1850年代から1990年代のアンティークヴィンテージものだったり、あとブランドのアーカイブとかオールド系も置いています。そのうちのコンセプトとして古いからいいとか、例えば何々のブランドだからギャルソンだからかっこいいとかマルジェラだからかっこいいとか、そういうコンセプトではなくて、どっちかっていうとかっこいいものってかっこいいだけでいいよねみたいな、どの年代でもどんな服でもかっこよければいいでかっこよく着こなしてほしいっていうのが割とうちのコンセプトだったりするので、だからこうヴィンテージやアンティークとブランドとか古着とかと本当に自分たちがかっこいいって思うものを追求して置いているだけなので、年代とかにこだわっているわけではないと思うんですけど、でも古い服とかって結構新しさがあるんですよね。当時はやっぱりそれが当たり前だったのかもしれないんですけど、今で言うとなんだこの服はってなるものが多かったりするので、そこがこう面白い部分、常に追求していくロマンの部分だと思ってるから、常にこう楽しい、そういうお店にしたいですね。結構シュロってボロが結構メインで多かったりするんですけど、これ日本の1940のコーデュロイのジャケットなんですけど、まずそもそもコーデュロイがここまで剥げることってあんまないよねっていうのと、日本でこのサイズ感っていう珍しいアイテムなんですよね。ここら辺は本当に他のお店ではないんじゃないかなと思います。お金っていう価値ではもう計り知れないよねっていうものの多分集大成なんじゃないかなって思います。普通の古着屋でよくあるその接客みたいな感じのではなく、本当に家族みたいな、こう何にでも言えるし、ややこしい接客とかはなしでかっこいいじゃんっていう、なんかうちなりのスタイルがある、それがうちのお店の本当に魅力だと思います。日本ってすごく湿気が多い国なんですよ。雨とかがそれこそ多いので、よく虫食いとかで服がボロボロになってしまうんですよね。もうだから着れる着れないの問題になっちゃうものが多くて、日本のヴィンテージのものって、だからこそこう今の時代に着れるサイズのものがあったりとかいうのも珍しいよねっていうのと、あとユーロとの違いとかで言うと、そのうちはボロとかが多いんですけど、ジャパンのとそのフレンチのとかアメリカのとかでリペアの仕方がそれぞれ国によって違ったりするので、そこがやっぱり面白い部分っていうのと、そのサイズですかね。日本人はやっぱりちょっとちっちゃめじゃないですか。でユーロのヴィンテージとかって本当にでかいサイズが多かったりとか、逆にもうちっちゃすぎたりっていうのが多かったりするので、日本のヴィンテージって結構日本人にやっぱりちょうど合うサイズ感のものがあったりするので、そういうところかな。うちはデザイナーズも置かせていただいてるんですけど、デザイナーズが好きで来てくれる方も多いですし、20年前ぐらいからヴィンテージアンティーク好きな大人の方も多いし、それこそ文化服装学院の学生さんとかがこう服を作る上で昔のものとかって面白いデザインがあったりするので、そのデザインのサンプルにする用とかでいろいろヴィンテージアンティークを見に来てくれることも多いですね。これをオーナーのがねやってくださってるものなんですけど、私がこうオーナーのことを見ている限り、本当に昔の屋根裏部屋とか作業部屋とかの画像を見て無造作に置かれているがかっこよかったりするんですけど、そういうのをこう研究していかに無造作に見せるかみたいなところがうちのこだわりだから、こう物量多くてなんかごちゃごちゃしてるように見えるけど、それをこう 2,3 周回らないと本当になんだこの世界はっていうのが理解できないようにしてるって言ってました。オーナー曰く本当にいらないものを積み重ねていくことでいるものに見せてるみたいな。 CD とかも昔の CD とかだったりするので、本当にいらない人から見たらいらないものだと思うし、そういうのをこうお店にねたくさん置いて屋根裏部屋っぽくしてるんじゃないかな。光と影の強弱がちゃんとつくようにしてます。基本的に手前でこうブランドだったり着やすいオールドの服が置いてあって、こう奥の方にフレンチのアンティーク系ヴィンテージ系が置いてあって、あとレディースも奥の方に今は置かせていただいてます。
短く言うとここしかないって思ったからですね。すごく古着が好きでいろんな古着屋さん回ってて、本当に将来の夢が古着屋の店員になるぐらい古着屋が好きだったんですけど、やっぱりその店員さんと仲良くなるっていうことってあんまないじゃないですか。古着屋行って見て「あ、これ試着していいですか?」って言われて「テンプレートで可愛いですね」って言われて「じゃあ買います」って言って買って帰るみたいなのがテンプレートとかだと思うんですけど、私あんまりそういうの好きじゃなくて、なんかどっちかっていうとこう服がこうメインっていうより人と人とがあって、その間に服があってっていうお店で働きたかったんですけど、そういうお店ってなかなかなくて、私が見てる限りで、そこでやっぱりうちのオーナーがそういうお店を出して、あ、もう私はここで伝える仕事がしたいって思って入らせてほしいって頼みました。オーナーが、私が通ってたお店もオーナーが通ってて、もともとオーナーも古着が好きだったので、そこで知り合って、文化クソ学院っていうのも同じ学校だったのでお話をしつつで、たまに一緒に古着屋を回る仲でしたね。私自身もともとヴィンテージとかアンティークが好きで服が好きなわけじゃなくて、服が好きなんですよね。だからヴィンテージとかアンティークとか年代とか国とかにこだわらずにブランドとかを取り入れたりとか、私が好きな時代がフルーツっていう昔の雑誌、あの時代がすごく好きなので、あれをヴィンテージとかアンティークとかを取り入れてやったら面白いんじゃないかなって思って、そういうスタイルを心がけてます。この服のおかげでこういうきっかけになりましたとか、どうしても扱う服が扱う服なので、昔の服だとそれこそ値段もね高くなっちゃったりするんですけど、やっぱそういうものを扱ってるからこそ、こうちょっと自分の今までの考えとか生活とかが変わって、こういういい方向に進みましたみたいなのをこう聞くと良かったなって思います。シュロとはやっぱり真逆な世界観のお店を作ることが目標っていうのがずっとオーナーが言っていて、もう一つがやっぱりこのお店を日本一にすることです。私もそうだったんですけど、もともとにスタイリングの抜群のセンスがあったりとか、モデルみたいな身長があったりとかしたわけじゃなくて、それこそ色味の使い方だったりスタイリングとかも本当に自分なりに研究して今の自分があって、それをこう好きって言ってくれる方がたくさんいるになったので、今の自分が周りと比べてちょっと私にはセンスがないとかそういうのを思ったりしても、絶対に努力でどうにかなるので、自分のやりたいことを信じて頑張ってほしいなと思います。高円寺っていうやっぱり立地もそうなんですけど、うちのお店自体が何々がダメ、これはかっこいい、これはかっこよくないっていうスタンスではないので、服好きな人ならもうみんな大歓迎で、いろんなジャンルの人とやっぱりお話しして楽しみたいっていうのがうちの本当にメインなので、どんな方でもぜひお待ちしてます。